はい、皆さんこんにちは、岡井介です。今回はですね、ソニーさんから新しく発表された Vlogcam ZV-1 について解説していきたいと思います。世界中の Vlogger から様々な声を集めて開発したと言われるこの Vlogcam を使用して、私、大川祐介がどのようなシネマティック Vlog が撮れるのか、どのようなね Vlog 表現ができるのかというところを皆さんにご説明したいと思います。それでは行きましょう。はい、今回のこの Vlogcam の一番の魅力といっても過言ではないのが、背景のくっきりとボケをワンタッチで切り替えることができるんですね。今僕の背景はですね、ボケてます。こんな感じで僕の言葉だけに皆さんをフォーカスさせたいときはボケ機能を使って、今僕がいる環境をもう少し皆さんにしっかりとお伝えしたいときはくっきりボタンを使うことができます。はい、今がボケ、そしてくっきりです。こんな感じでワンタッチでシームレスに切り替えることができます。はい、そんな感じでね、今ちょうど夕日がね沈んだんですけれども、今回はこのね Vlogcam を使用して、シネマティック Vlog とかいろんなものをね表現させていただいたんですけれども、これからねスタジオに帰って、もう少し細かく、皆さんに機能的な部分をご説明しようと思っていますので、最後までご覧いただけたらと思います。それではスタジオ行きましょう。はい、それではねスタジオに帰ってきたということで、早速ソニーのVlogcam ZV-1 の細かなところをご説明したいと思います。まずね、最初びっくりしたのがですね、こちら上にこのボケとくっきりをワンタッチで切り替える機能があるんですよ。これどういった時に表現が変わるかっていうと、例えばボケ、後ろがボケていると主役が浮くんですよね、少し。そうすると何が起きるかっていうと、この主役が伝えたい内容が、すんなり視聴者に入ってくると。みんなスマートフォンとかで見ると思うんですけれども、僕が言ってる声が、直で皆さんに伝わるんですね。というのは、ボケてることによって、僕以外のこの情報量ってのがなくなるので。けど、くっきりにするとどういったことが起きるかっていうと、周りの景色もしっかりと映るので、自分がここの景色にいるんだよっていう本当に全体的な描写を皆さんにお届けできるっていう、このボケとくっきりって意外とプレビューにしたらわからないのかなと思ったんですけど、想像以上にくっきりと現れていて、びっくりしました。で、もう一つですね、商品レビュー設定というものがあるんですね。従来のカメラだと、なんて言うんだろうな、この手前と後ろのボケを瞬時に切り替えるなんてできなかったんですね。なので、よくそのね、女性とかがこのコスメを紹介するときに手でこうやって覆い隠してたと思うんですけれども、この商品レビュー設定をオンにするだけで、この手で覆い隠す必要はないんですよね。本当にこの物を手前に出すだけでピントが瞬時に合うし、引いたら瞬時に自分が合うし、映像表現に邪魔がないんですよね。本当にそれぐらいめちゃくちゃ綺麗に、レビューができるっていう、本当にソニーのこのカメラの中の設定に商品レビューっていう文字があることに僕はびっくりしております。はい、そのぐらい素晴らしい機能となっております。で、次にですね、このモニターが前にも向くんですけれども、これ開けるとですね、カチャッ。すごくないですか？このモニターを開けるだけで電源がオンになるんですよ。なので、例えば、こんな感じですぐ Vlog 撮りたいときに、はい、皆さんこんにちは。みたいな感じで速攻レックができるっていう、本当にこれはびっくりしましたよね、正直なところ。で、本当にこのモニターが、まず、前に向くと。このような形で、Vlog を撮ることができるんですね。かつ、今までのコンパクトデジタルカメラって、サイバーショットの方って、持ち手がなかったので、結構単体で持つと落としてしまう危険性があったんですね。けどこの Vlogcam に関しては、このグリップがちょっと持ちやすくなっていて、ここに突起があるんですけれども、こんな感じで、本当に外側を撮るのもよし、内側を撮るのもよし、って感じです。もう一つね、すごいポイントなんですけれども、サイバーショットは動画のレックボタンがこの背面にあったんですね。今回のこの Vlog カメラからレックボタンが上についてるんですね。これ何が起きるかっていうと、自撮りをしてる時に、本来ね、ちょっとこうやって、外側で押しづらかったのが、上についたことによって、レックがたやすく押せるようになったと。
で、これレックを押した後、今レックしてるのか正直わかんなかったんですよ、今までって。けど、こちら、ここに、レックをしたら赤く光るボタンがついてるんですね。トリミスとかがたまにあるんですけれども、そういった問題をこちらの赤いライトがね、示してくれるので、ミスとかなく誰でも簡単に撮影できるようなデザインとなっております。はい。今のね、ご説明だけでも十分すごいと思うんですけれども、その他にもたくさんあります。まずはね、美肌モードですね。僕でもめちゃくちゃ肌が綺麗になったぐらい、美肌モードってのは簡単にね、動画撮影でもオンになります。従来のカメラだったら写真だけだったのかな。動画でも今回適用されたというところですね。で、AF です。瞳 AF もついていますし、本当にこの僕がたくさん素早く動いたとしてもしっかりと追尾してくれるほどオートフォーカスが強いです。ピントがね、合わなかったりとか、残念な結果にならないようにカメラが助けてくれるということですね。その他にですね、顔優先露出というものがありまして、明るいところから暗いところに移動してしまうってことが多々あるんですね、動画の場合。だから僕はよくね、ISO をオートにしろとか結構言ってるんですけれども、やっぱり急にね、入れ替わると、なんていうの、明るさが一気にガクガクガクって上がったりとか、そういったね、Vlog 撮ってる時にはすごく邪魔な表現があったんですね、従来のカメラには。ただ、今回こちらの Vlog カムでは、自動で本当に滑らかにこの明るいところから暗いところに行っても自分の顔に露出を優先してくれるので、Vlog を撮りながら暗いところから明るいところに一気に移動したとしても、しっかりとカメラが対応してくれるっていう、そういった機能も今回搭載されております。その他にですね、もちろん F1.8 なので、ボケるってものはね、冒頭に伝えたと思うんですけれども、手ブレ補正ですね。手ブレ補正もかなり進化しました。ここでね、僕がこの持っている手ブレ補正をアクティブにしている状態とオフにしている状態を比較してほしいんですけれども、相当この揺れの差がね、歴然だと思います。そのぐらい、この手ブレ補正っていうものをつけるとですね、手で持って撮影していたとしても、綺麗にね、顔にフォーカスされるので、Vlog を撮る上ではとても重要なスペックとなっております。その他にですね、今これ取り外したんですけれども、こうやって簡単につけることができるんですね。で、これがあると、これだけでも十分ね、クリアになるんですけれども、その他にね、ウィンドカットっていう設定があって、Vlog 撮ってる時、特にスマートフォンとかね、特にそうなんですけど、撮ってる時に風がボボボって入っちゃうんですよ。でね、僕みたいな音声編集慣れていると、低音だけ切り除いて、ウィンドをカットすることはできるんですけれども、Vlog をこれから始めていきたいっていう未経験の方にはちょっと荷が重いんですけれども、今回の Vlog カムは、そういったね、ウィンドカット、ノイズをね、削除してくれるっていう設定がカメラ内に搭載されていますので、こういったマイクを搭載して、かつウィンドカット除去をつけて、で、自分の声を取るとクリアにね、自分の声を伝えることができるので、Vlog を見ている人にもよりね、情報が伝えやすくなるのかなと思っております。どうでしょう？風が少し強いんですけれども、僕の声もね、少し、入っていないというか、ボボボっていう音が聞こえると思うんですけれども、はい。今、ウィンドスクリーン装着している状態で撮影しております。その他にもですね、4K の HDR 撮影、この明るい部分と暗い部分の差が大きいと思っていただけたら嬉しいんですけれども、そういった表現だったりとか、S-Log3 ですね。ログ撮影、色をフラットにして自分の世界観を入れやすくしたりとかね。冒頭見ていただいたシネマティック Vlog もログ撮影をしております。でね、この単体だけでも、もうすごくコンパクトで可愛らしいし、Vlog ね、撮れるんですけれども、やっぱりそれを何より拡張するのはこのシューティンググリップですね。シューティンググリップをつけると何がいいかっていうのは、まずですね、Bluetooth です。コードがあるとね、絡まったりめんどくさいことがあると思うんですけど、Bluetooth なので、めちゃくちゃ簡単に Vlog が撮れると。で、こうやって持っとくと、この手持ちで持つよりも、シューティンググリップを持つ方が、手ブレがね、そのカメラに入らないので、手ブレ軽減にもなりますし、あとこちら、ボタンを押すだけで、簡単に回転するので、自分の方を見ながら、ここで、ムービーボタンとか、写真とかね、あと、ズームしたりとか、引いたりとか、今回こちら Vlog は 2470mm まで使用できるんですけれども、ズームイン、ズームアウトがシームレスに可能な上、この C1 ボタン、
カスタム設定することができるので、今回僕はね、この C1 ボタンを押すことで、このボケとくっきりですね、後ろをぼかしたり、くっきりさせたりっていう設定をさせていただいたんで、本当にね、この伝えたい内容に合わせて C1 ボタンを押すだけで、表現を変えることができたので、こういったシューティンググリップを持つと、より Vlog の表現の幅も広がるのかなと思っております。こうやってね、三脚として使えるんで、商品レビューしたい方はおすすめです。はい。そんな感じでね、今ちょっとベラベラとお話してしまったんですけれども、本当にこちら Vlogcam っていう名前の通り Vlog に特化した機能しか搭載されていなくてですね、なんかここまでね Vlog っていうキーワードがなんか認知されてきたのがやっぱすごく嬉しく思っていまして、 Vlog ってやっぱり僕もね2、3年前の Vlog を見ると感情的になるというか、自分の思い出が動画っていう情報量の多いコンテンツで残ってるってとても素晴らしいことなんですね。シネマティック Vlog みたいにかっこいい表現だけじゃなくてですね、シンプルに撮って残しとくだけでもいいと思うんですね。それが Vlog の良さだと思っていて、自分だけが楽しむのもよしだし、一緒に体験した友達にシェアしてもいいし、家族とかね、本当にその動画を残すっていうことは、思い出にね、直結することだと思いますので、ぜひね、動画ってね、すごく難しいと思われがちなんですけれども、しっかりね、カメラがサポートしてくれますし、ぜひ、多くの方が Vlog をね、始めるきっかけになればなと思って、今回は、細かくね、解説させていただきました。最近10万人登録者数が、突破したというところで、皆さん本当にありがとうございます。はい、そんな感じでね、朝からいろいろ撮影したんですけれども、こんな感じで今日の動画は終了したいと思います。それでは皆さん、さようなら。